こんにちは。まだ日中暑いですけども、夜間だいぶ涼しくなりまして、季節も夏から秋へと変わっていってるなっていう感じなので、もうこちらの日よけはですね全て取り外しました。でこのサラセニアなんですけども、今ちょっとね配置を変えているんですが、前は、ここの晩中とこの半分全てサラセニアで、ここは日よけをしていなかったんですよね。なので夏でもそうですね、8時間から9時間ぐらい直射日光が当たっている状態で栽培をしていたんですけども、ちょっとね葉焼けをしているようなものもありますけども、なんとか夏越しできたんじゃないのかなっていうふうに思います。でこちらのハエトリソウも今年はちょっと病気になってしまって補充を切り取ったりしましたけども、夜間だいぶ涼しくなってきたので、回復したハエトリソウたちもですねかなり元気になってきております。で今回なんですけども、これからですねだんだんと季節が進んでいくと一年中屋外栽培できる食虫植物たちは休眠期に入ります。でその休眠期になると、植え替えをするんですけども、その植え替えに使う用土に関して、少し簡単ではありますけども今回お話しさせていただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、こちらに用土を準備したんですけども、これにプラス乾燥水苔ですね。今ちょっと手持ちがなかったので準備できなかったんですけども、これらの用土にプラス乾燥水苔で、それぞれの組み合わせで何パターンか用土を作っていきたいなっていうふうに思っております。ではまずこちらの用土からなんですけども、ピートモス、カヌマ土、赤玉土、ベラボ、そしてこちらがパーライトになります。まずはこのピートモスなんですけども、酸度を調節してある調節済みのものと無調整のものがあるんですけども、食虫植物の場合は酸性の用土を好みますので無調整のピートモスを選ぶようにしてください。調節済みのものを使ってもね育たないわけではないと思うんですけども、一応一般的には食虫植物栽培に使用するピートモスは無調整のものを選ぶようにっていうふうに言われております。でこのピートモスなんですけども、乾燥している状態だと水をすごく弾くんですよね。なのでピートモスを多く使う用土の場合はもうあらかじめ水をかけてですね、よくなじまして使うようにしてください。で続いてはこのカヌマ土と赤玉土なんですけども、私は粒の大きさ小から中の粒を使うようにしております。で続いてこちらのベラボンなんですけども、これは、ヤシの実の繊維をですね細かく砕いたものなんですけども、私はベラボンプレミアムという商品を使っております。続いてパーライトなんですけども、メインの用土として使用するというよりはメインの用土に少しだけ混ぜてサブ用土的な感じで使用される場合が多いと思います。排水性、通気性を高め保温効果や断熱効果もあるみたいですね。でこのパーライトなんですけども、主な原料が2つあります。真珠岩と黒曜石、この2つなんですけども、他にもあるみたいなんですけども、大体この2つだと思います。で真珠岩で作られたパーライトなんですけども、表面に無数の細かな穴が開いているそうなんですね。なのでより保水性と保肥性を高めたいときは真珠岩で作られたパーライトを使用するといいっていうふうに言われております。一方黒曜石で作られたパーライトは表面がつるんとしていて、見た感じもちょっと光沢があるんですけども、なのでより排水性と通気性を高めたいときは黒曜石を原料に作られたパーライトを使用するといいっていうふうに言われております。混ぜ込むメインとなる用土に何を使っているかっていうところでも変わってくると思うんですけども、私だったら、例えばピートモスにパーライトを混ぜ込むんだったら黒曜石を原料に作られたパーライトで、こういった赤玉土やカヌマ土のような土の用土にもしパーライトを混ぜ込むんだったら真珠岩で作られたパーライトですかね。
それでは今後の食虫植物の植え替えで私がちょっと使ってみようかなと思っているこれらの用土の組み合わせをですね、ちょっとここにはありませんけども、これにプラス乾燥水苔が入ってくるんですけども、3パターンほど紹介させていただきたいなと思います。まず1つ目なんですけども、こちら、無調整のピートモス、鹿沼土、赤玉土、ベラボンなんですけども、割合はピートモスと鹿沼土と赤玉土が同量、そしてそれらの半分の量のベラボンですね。なので、ピートモスが 1kg、鹿沼土が 1kg、赤玉土が 1kg だとしたらベラボンが 500g ということですね。これをよく混ぜて使用しようかなと思っている。これが1つ目。そして2つ目は、ちょっとここにいないですけども、乾燥水苔を水で戻したものに黒曜石を原料に作られたパーライトをですね、混ぜるというよりまぶして、でそれで、普通に水苔植えで植え付けるようにですねやってみようかなって思う。これが2つ目。最後3パターン目なんですけども、これちょっとね説明がややこしくなると思うんですが、まずは無調整のピートモスに全体量の2割程度の黒曜石で作られたパーライトを混ぜます。もうほとんどピートモスみたいな感じですよね。で最初にもお話ししましたけども、ピートモスって乾燥している時はかなり水を弾きますので、今お話ししたようなもうほぼほぼピートモスみたいな用土の場合はもうあらかじめ水をかけてですね、よく混ぜ込んで水を含ませておいてくださいね。でそれをまず作っておきます。で2番目にお話しした乾燥水苔を水で戻したものに黒曜石原料のパーライトをまぶしたものですね。それで食虫植物の根周りを巻きまして、でこの鉢に置きまして、でこの隙間に先ほどお話ししたピートモスとパーライトを混ぜた用土ですね、それを詰めていくっていう感じですね。先にピートモスとパーライトを混ぜた用土をもう入れておいて、真ん中に穴を開けて水苔にパーライトをまぶしたもので巻いた食虫植物の株をですね差し込むというか入れてもいいと思うんですけどね。で今回お話しした用土以外にもですね、いくつか考えておりまして、以前私はインドアグリーンの土という、これは観葉植物や多肉植物用の用土なんですけども、それを使ってハエトリソウを実験的に栽培したことがあるんですけども、別に問題なく育ったんですけども、そんな感じでちょっとね、食虫植物用ではない別の用土をね使ってみようかなっていうふうに思っております。今考えているのはブルーベリー用の土とセントポーリア用の土ですね。どちらを使うかわからないですけども、それをメインに少し鹿沼土とか赤玉土とかそういったものを混ぜ込んでちょっと食虫植物植えてみようかなっていうふうに思っております。はい、いかがだったでしょうか。今回は食虫植物を植え付ける用土に関して少しお話しさせていただきました。もうほとんど用土を映している地味な動画だったですけども、栽培初心者の方に少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思ってらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも初心者の方に分かりやすくお心がけていろいろな食虫植物に関する動画を上げていきますので、どうぞよろしくお願いします。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画いくつかあると思いますので、そちらの方もまだご覧になったことのない方はぜひご覧になってください。よろしくお願いします。